こんにちは、ペンタロウです。いろいろあって2代目のモトグッチ V7 を買って取り替えたペンタロウが V7 の凄さについて、所有中元所有バイクの鈴木 SV650GSX8R、川崎 Z900RS などと比較しながら紹介していきます。1、V7 とは、モトグッチ V7 とは横に張り出したエンジンが特徴の一目見ただけで唯一無二であることを感じ取れるバイクです。この張り出した形は縦置き90度空冷 V ツインエンジンという絶滅危惧種でモトグッチしか作っていません。これが普通に公道を走れるというだけで世界遺産に認定した方が良いかもしれない。 V ツインの魅力に取りつかれると最後はここに行き着いてしまう、まさに変態な魂たちの最終処分場がモトグッチというメーカーのバイクたちです。エンジンが縦置きのためチェーンは使わずシャフトドライブになっていることも特徴の一つです。チェーンがないから静かかと思いきや別のメカ音があるものの、進行方向を向いたシャフトが直進安定性につながると言われています。 V7 はこういった独特のパッケージングですが、今後新しく出てくることはないのでモトグッチがやめたら絶滅確定。現行モデルはクラシカルなスタイルのスペシャル、モダンなストーンが中心のモデルです。スペシャルはメッキ仕上げ箇所多数、アナログ二眼メーターを最近まで継続していました。ストーンはマットな仕上げが多く、スペシャルエディション、10、フォルサなどの特別仕様車も展開しています。2025年モデルは電子制御スロットにアップデートし、新たに走行性能を上げたスポルトも追加。スペシャルもデジタル単眼メーターになってストーンとの差があまりなくなり、クラシカルなスタイルは2024年までのモデルで終焉を迎えた感があります。モトグッチは V7 以外も縦置き V ツインの車種展開ですが、1921年設立以来100年続くイタリア最古のバイクメーカーです。 V7 は2021年にエンジンが V9 と統合され 744cc から 853cc になっています。そういう歴史により V7 という名前でありながら 853cc であれという名前になっていますが、その辺イタリアなので気にしないでください。2、走行フィーリング。 V7 の走行フィーリングとして特徴的なものを紹介します。旋回感覚が異次元。旋回時の車体バンクがやたら素直で、車体のサイズ感や重さから想像するより軽々動かせます。これはエンジンの縦置きレイアウトによるものとのことで、ペンタロウはこの旋回感覚がたまらなく好きでつい V7 を買ってしまいました。スパッとバンクしてスーッと曲がっていく気持ちよさは初見でおっとなる人が多いでしょう。 V ツインの鼓動感がいい、なかなかにメカメカしく勇ましい音で目覚めるエンジン。低回転はまずまず鼓動感があって魅力的です。ゆっくり走るのが心地よく、のんびり走行もストレスを感じません。エンジンを回していくとまるで振動が減っていくかの感覚は V ツインならでは。爽快感のある走りができて、低回転と高回転で二面性を楽しめるのも魅力です。エンジン回転上下のマイルドさ、クラッチを切った時などのエンジン回転変動がゆっくりめでせかされず、シビアな操作をしなくて良いのでいつも気楽に乗れます。ヤマハ SR400 なども同じような感覚ですが、こういった特性のおかげで下道のんびり走行が快適です。縦置きエンジンと乾式クラッチ。エンジンが縦置きということもあり、エンジン始動時と停止時に横に揺れる特徴があるので、慣れないと戸惑うかもしれません。サイドスタンドをかけた状態でエンジン始動と停止をすると安心です。アクセルオンでも横に力がかかりますが、走行中は気にならない程度です。シフトダウンでブリッピングするとき回しすぎると横の力を感じます。クラッチが一般的なバイクの湿式多板と違い、乾式単板クラッチで四輪のマニュアル車と同じような構造です。といっても操作の仕方も体感も普通です。ギアが新車時ニュートラルに入りづらいとか色々ありますが、そのうち整うと皆さん言っています。3、スペック。エンジンスペックはこの通りです。目を見張るスペックでは全くありませんが、低めの回転からトルクがあるので十分な速さがあって走りやすいです。車重は V7 スペシャルが 223kg、ストーンが 218kg で、軽量級ではないものの超重量級というほどでもありません。以前の普通二輪教習車 CB400 スーパーフォアと同じくらいの取り回し体感です。回転半径はスペックに記載がなく、数値での比較はできませんが、こちらも CB400 スーパーフォアの 2.6 メートルと近い水準に感じます。シート高は 780mm と現代のバイクでは低めで、地面は近めですが、シートとペダルの垂直距離は 502mm 程度。ペダルがやや前に出ているので、着座位置との実距離は 519mm あり、足の窮屈さを感じにくくなっています。実距離の 65%、また下87センチ以下ならおそらく窮屈感はありません。
実距離の 60%、また下80センチ以下ならさらに余裕に感じると思います。着座位置の自由度もあるので高身長でもなんとかなるでしょう。燃費と航続距離ですが、タンク容量21リットル、燃費はスペック値にはありません。実際にはおよそリッター20以上は走り、環境などによって25から30くらいでも不思議ではないくらいで、20で計算しても420キロ、25キロで計算すると525キロと航続距離お化けチームに入れそうです。ただしその分結構減ってから給油すると廃浴20リットル近く入れることになって心が削られたりします。おおむねこのクラスでは燃費は良い方なのでお財布に優しいのがありがたいです。4、高速道路走行。高速道路はおおむね快適です。90度 V ツインエンジンの特性で回転を上げても不快な振動が増えにくく、体感的には振動が減るような感覚になるのが V7 の特徴の一つです。四輪車の列をスイスイ駆け抜けるだけの十分な機敏さもあります。スクリーンがなくてもなぜかネイキッド一般より風当たりが厳しくないと感じるのは、実は無意識にゆっくりめに走っていることによるのか、ただの気のせいかもしれません。ちなみに純正ウィンドスクリーンもラインナップされています。直進安定性は高くはない方で、ホンダ CB1300 の抜群の安定感には当然及ばず、スズキ GSX-8R の安定性にも劣ります。旋回性能に振ったヤマハ XSR700 くらいの体感で、路面ギャップなどの影響をやや受けやすいと感じますが、比べるとというレベルなので普通あまり気にならないと思います。ステップ位置の余裕さもあって長時間走行も体の負荷は少なく、心地よいロングツーリングができるでしょう。5、積載部品。ヨーロッパで普及しているバイクは積載部品が充実しているものが多く、 V7 も荷物を積む方法がたくさんあります。純正リアラックはクロームと黒があり、メッキ仕上げのスペシャルとマットなストーンのそれぞれに合う仕上げが用意されています。この辺はさすがイタリアですね。このラックはグラブバー部分が上に張り出していて、やや荷物を積みづらい感があるので惜しく、トップケース部品もやや付けづらいという少し残念なところはありますが、工夫すればどうにでもなります。41,800円とややお高めです。純正サイドバックサポートブラケットは汎用サイドバックも付けられますが、クイックリリースサイドバックが使えて便利です。ただしサポートが65,340円とやはりややお高め、サイドバックが89,100円と揃えると結構な金額になります。社外品キャリアもいろいろあり、 SW モテックサイドキャリア、ヘプコ&ベッカーサイドキャリア、クリックフィックスキャリアなど、ケースやバッグをワンタッチ接続できるものが豊富です。 SW モテックはクラシカルなレジェンドギア、スポーティーなアーバン ABS サイドケースが付けられます。キャリアは片側15,000円くらいで買えるのでお手頃です。ヘプコ&ベッカーはシーボーが5万円前後、バッグを付けていないとトゲトゲしているのが好みが分かれそうですが、バッグ搭載位置を前後 50mm 上下 30mm 移設するキットもあるので、マフラー干渉などがある大きさのケースには便利です。クリックフィックスキャリアは左右で 1,2 万円くらい。こちらはバッグ側アタッチメント単体も買えるので、バイク用に限らず好きなバッグにアタッチメントをつければどんなものでもワンタッチ接続できるため使いやすいです。ちなみにクリックフィックスはヤマハの純正オプションなどにも使われたりしています。積載関連は日本では汎用バッグを気合でくくりつける製品が多いですが、車両にワンタッチ接続できるものが明らかに安定して便利なので、そういった製品が充実している V7 は安定した積載がしやすいバイクとなっています。6、他のバイクと比較。では近い排気量のバイクと比較していきます。まずスズキ SV650、SV650X。こちらは 645cc と V7 より 200cc ほど排気量が小さいですが、V7 と同じように90度 V ツインを搭載した貴重なバイクです。SV のエンジンはもちろん横置きで、水冷エンジンのため V7 より鼓動感の主張は少なく、より扱いやすいバランスです。低回転の鼓動感はちょっとあるくらいで、V7 は SV の V ツイン感を増幅させたくらいの感じでしょうか。SV で V ツインに見せられたら V7 に突撃してしまうのは、それはきっと自然の摂理です。V71 台分で SV が2台くらい買えるので、普通の人には SV をおすすめします。排気量が少し上がってスズキ GSX-8S-8R。こちらは 775cc なので V7 の排気量にそこそこ近いです。V ツインではなく直列270度クランクツインで、エンジンの主張が少なくスムーズなので体感的な方向性はだいぶ違います。V7 と比べると性能は全ての面で上と言っても過言ではなく、静かな上全域で振動少なく、加速性能は段違い。サスペンションも高性能で直進安定性が高く、旋回性能も充実。仮に V7 から乗り換えると全てがレベルアップした感じを受けるでしょう。ただし270度クランクで V ツインに近いとはいえ、
鼓動感とはほぼ無縁なので、そういう方向性や縦置きエンジンの特性、見た目に惹かれる人は V7 が楽しめると思います。川崎 Z900RS は V7 と同じ丸めネイキッドです。こちらは 948cc と V7 より 100cc くらい大きく、直列4気筒エンジンを積んでいます。ストファイ Z900 より丸め RS の方がキャラクターが近く、V7 の価格がだいぶ上がってしまったため、ほぼ同じ価格になりました。性能はやはり全ての面で Z900RS が上なので、普通はこっちを選ぶでしょう。しかし、人と被るのが嫌、さらなるロマンを求める人はぜひ V7 に突撃してみてください。生産終了したヤマハのクルーザーボルトですが、ペンタローは派生モデルの SCR950 を持っていて、こちらは 941cc の空冷 V ツインエンジンで、実は V7 に近い存在です。エンジンはもちろん横置きで、バンク角60度の空冷 V ツイン。60度のため振動特性は違うものの、低回転の鼓動感と高回転で振動を感じにくくなるところはよく似ています。中古車もそれほど高くないので、お手軽に空冷 V ツインを味わいたいなら、ボルトの中古を探すのがコストがかからなくて良さそうです。7、モトグッチのバイク。ラインナップ。モトグッチは100年以上続くメーカーですが、ラインナップは少なく、現在時点では V7 の他に3種類が展開されています。V85 はアドベンチャー系モデルで、V7 と同じ空冷 V ツインエンジンを積んでいます。国内で見ることはほとんどないので、絶対に人と被りたくない人には良さそうです。V100 は 1042cc 水冷 V ツインエンジンのロードスポーツモデルで、2024年モデルとして登場しました。ステルビオも同じ水冷エンジンで、こちらはアドベンチャーツアラーモデルとなっています。現行の空冷 V7 たちがいつまで存続するかは分かりませんが、次の排ガス規制を空冷で通すのは難易度が高いと言われています。どこで買えるか。モトグッチのバイクはピアジオグループジャパンが取り扱っていて、正規ディーラーはベスパ、アプリリア、モトグッチをまとめて扱っています。ベスパの看板があればそこにモトグッチがあると思っておよそ正しいです。正規ディーラーではありませんが、レッドバロンでも新車を買えるので、レッドバロンユーザーはそこでも良さそうです。整備レベルは話している感じでは正規ディーラーの方が間違いないので、近くにあれば正規ディーラーに行った方が安全とは思います。モトグッチのバイクはとても魅力的なので、気になる人はぜひ見に行って V7 ワールドへ迷い込んでみてください。またいろいろなバイクについて紹介していくので、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。